今回は9月優待高配当低 PBR の厳選3銘柄プラスアルファを紹介します。まず投資判断で大切な3つのポイントを確認しましょう。1つ目は配当利回り、株価に対する配当の割合です。これは株価に対して1年間にどれだけ配当金がもらえるのかを示す指標です。例えば株価1000円で配当が40円なら利回りは 4%。銀行預金の 0.1% と比べてもかなり高い水準です。ただし株価が下がると見かけの利回りは上がるので、利回り 7% とかの銘柄があっても配当権利落ち後に大幅に下落することもあるんでね。業績や配当成功と合わせて見ることが大切です。権利落ちについてもまた今度説明します。2つ目は配当成功。1年間の利益のうちどれだけを株主に還元しているかの割合となります。これは会社が年間で稼いだ利益のうちどれだけを配当金として株主に還元しているかを示す割合です。例えば利益100億円に対して配当が30億円なら配当成功は 30% となります。3、40% 程度なら無理のない水準ですが、80% 以上だと減配リスクが高く注意が必要です。たまに 100% 超えてる銘柄とかありますけど、これは家計で例えるなら、月給25万円の人が生活費や飲み代で30万円使ってしまったけど、貯金が1000万円あるからまだ大丈夫って感じでしょうか。ただ貯金が少ないのに無理に高配当で優待も新設するような会社はちょっと危険かもです。3つ目は PBR、株価純資産倍率です。難しく聞こえますが、簡単に言うと会社の資産と株価のバランスを見る指標です。例えば会社が解散して持っている土地やお金などの資産を全部売ったとします。この時1株あたりで計算した純資産が1000円だとしましょう。もし株価も1000円なら PBR は1倍。ところが株価が800円なら資産より安い値段で株が買えることになり PBR は 0.8 倍と割安となります。ただし業績が悪くて株価が評価されていないケースもあるので、単純に安いからと良いとは限りません。不動産に例えるなら、安いけど訳あり物件みたいな、駅から遠いアパートとか、いろいろ安いのには訳がありますよね。安すぎる銘柄は何か訳ありかもと一度疑った方がいいかもしれませんね。ここまで投資判断の3つの基本、配当利回り、配当成功、PBR について確認しました。では実際に9月配当権利の注目銘柄を見ていきましょう。1つ目は7537丸文、電子部品の専門商社です。1年間のチャートを見ると4月のクラッシュからは順調に上昇してきておりますね。半導体商社なので景気の影響は受けやすいですが、配当と優待で下値は比較的硬い動きになっております。配当利回りは 4.33%、PBR が 0.55 倍と低いです。配当成功は 50% 台とちょっと高めですね。さらに、優待ですが100株で1000円分のクオカードがもらえます。
景気の影響は受けやすいですが、配当と優待の両取りが狙える9月銘柄として注目です。ちなみに本社は東京都中央区日本橋で、日本橋って行ったことあったかなって。東京だと赤羽の一番階ぐらいしか知らないんですよね。次は 7593VT ホールディングス。ホンダや日産の自動車ディーラーなどを中核にレンタカーや M&A で成長を続けてきた会社です。過去1年の株価は多少の上下はありますが、おおむね安定の範囲内ではないでしょうか。まだ大きな評価はされていませんが、業界再編や EV 化が進めば株価に反映される可能性があります。PER は約8倍と低評価で、PBR も 0.8 倍台と割安な水準にあります。配当利回りは 4.89% もあります。株主目線では割安株として注目できる銘柄です。配当成功も 39.9% と許容範囲ではないでしょうか。そして株主優待ですが、100株で優待券1冊とありますが、内容は3万円相当の新車、中古車購入時の値引きなどとなっておりますので、そんなに使う機会はなさそうですかね。そして本社は名古屋市錦3丁目、東海地方一の夜の街の中心地じゃないですか。仕事終わりの誘惑がすごそうな場所ですね。で、これは名前的にも自社ビルっぽいので、ちょっと株主になって本社視察の調査が必要な案件かもしれませんね。3つ目に紹介するのは3447新和。建設用の足場資材を手掛ける大手企業です。1年間の株価は比較的安定していて、ここ最近は上昇傾向にあります。配当利回りは 3.71%、PBR も 0.76 倍と割安銘柄です。配当成功も 42.1% と許容範囲ですかね。新和ですが、優待銘柄としての人気が高く、大きな下落が出にくい点が特徴です。株主優待がとにかく充実しています。1000株以上で5000ポイントがもらえます。僕は1500株で2万ポイントを狙っています。ポイントは専用サイトで1ポイント1円で食品やお酒、家電などに交換可能です。さらに1年以上継続保有するとポイントは 1.1 倍に増額されます。配当、優待、割安感の3拍子が揃った有料株だと思います。僕としてはなんでみんなこの株買わないのか不思議なくらいです。試験ですけど、それとももうみんな買ってるんかな。本社は岐阜県海津市。地図で見ると、ちょっとここ、どこっていう位置なんですけど、東海地方の方はご存知かと思いますが、おちょぼ稲荷が近くなので、こちらも本社視察の後におちょぼさんで串カツとかもいいですね。で、最後におまけで、もちろん9月配当ありの地方銀行株を紹介します。7337広銀ホールディングです。広島銀行を中心とした金融グループで、利上げ局面の恩恵を受けやすい地方銀行株です。配当利回りは 3.85%、PBR は 0.83 倍台と、銀行では普通ですかね。配当は高めですね。
配当成功も 40.7% と、最近の地銀株ではまずまずというか普通ラインですね。業績の進捗も良く、株主優待も魅力なんですけど、優待権利は3月のみなので、9月は配当だけとなりますが、年間配当も 4% 近くあって、長期で持てば3月には優待で広島の地元特産品が選べるカタログギフトが用意されております。地銀株は他にもまだまだ高配当で優待が魅力な銘柄がたくさんありますので、また今度、魅力地銀株特集をやります。こんな感じで銘柄紹介を絡めながら面白そうな銘柄を見つけたらその本社を訪れてついでにその町の雰囲気や歴史やグルメを紹介しようと思っています。それが株旅。よかったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。